皆さんごきげんよう、上川かなるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。ウクライナ情勢については、地上波のニュース報道では大きな動きしか取り上げてくれなくなりました。衛星放送ではまだ取り上げてくれるのですが、そちらの方の視聴率はかなり悪いようです。気軽に視聴できる YouTube の動画を通して、ぜひともウクライナ情勢の情報を手に入れていってください。というわけで今回取り上げるウクライナ情勢についての話は、ウクライナ軍によるロシアの武器弾薬庫に対する攻撃、第2次攻撃が行われました。今回もロシアの迎撃をかいくぐって攻撃は成功したようです。戦争を行うのには絶対必要な武器弾薬、これを大量に所蔵している保管庫に対する攻撃は確実に影響をもたらします。まず全体の戦況についてなのですが、地上戦ではロシア領に入ったウクライナ軍クルスク州で激しい攻防が行われています。また東部戦線におけるロシア軍の抗戦も継続的に行われており、こちらも戦火が止むような兆候は全くありません。このような状況の中、ウクライナ軍はロシア軍を支える弾薬庫に対する遠距離攻撃を行っています。これまでお伝えしてきた動画の中において、国境から480から500キロほど離れたトロペツにある弾薬庫に対する攻撃を取り上げてきました。この攻撃は大成功し、ウクライナ軍の戦果としては過去最大の打撃をロシア側に与えたと評価されています。そして今回は同じくロシア軍の弾薬庫に対する攻撃を行っています。攻撃目標は2カ所。まず第一にトロペツにある程近いところにある弾薬庫。そしてもう一つがロシア南部クロスノダール州のスホレツクにある弾薬庫です。こちらへの攻撃も成功しています。トロペツに対する第一次攻撃。左が攻撃前の弾薬庫の状態。そして右側が攻撃後です。インターネット上では公開情報をもとにしてファクトチェックを行う活動が盛んであり、衛星からの写真をもとにして攻撃前後を細かく調べた上で情報の真偽が精査されています。この結果、トロペツにある第107兵器廠の弾薬庫については、ウクライナ軍の攻撃によって施設の 80% が損壊したと評価されています。逆に言えば非常に多くの武器弾薬庫があったため、これら全てを破壊するのはさすがにちょっと難しかったようです。ただ、衛星写真からは損壊が見られない施設についても、周囲で大爆発が連続的に起こっていた状態なので、決して保管されていたもの全てが無事では済んではいないでしょう。少なくとも精密機器類については、爆発の衝撃、振動などによる影響は避けられないでしょう。そして次に攻撃が行われたのが、第107兵器廠の南へ16キロ、第23兵器廠に対するドローン攻撃です。こちらが攻撃前の衛星からの写真です。前回攻撃された武器弾薬庫に比べると、施設全体として一回り小さなものです。ウクライナ軍のドローンが次々と弾薬庫へ向かうときには必ずそのエンジン音が鳴り響きます。そのため住民が撮影している先で武器弾薬庫の大爆発が撮影されます。攻撃後の状態についてはちょうど良い動画は今のところ見つかってはいないのですが、同じく衛星からの熱源感知には攻撃が成功したことがわかります。施設全体に熱源が感知されることから大規模な火災、爆発が発生していることが伺えます。次にロシア南部クロスノダール州にある弾薬庫。こちらが衛星からの攻撃前の写真。クロスノダール州にある武器弾薬庫は比較的住居からも相当遠くない場所であったために、住民からの動画も多く投稿されています。真夜中に響き渡る連続的な爆発音が弾薬庫内にある爆発物が連鎖的に弾け飛んでいることを示しています。この基地に関しては、ロシア軍によるウクライナへの本格的な侵攻以後、何段階かに分けて拡張工事が行われていたとされています。南部戦線へと送る弾薬類の集積場所だった可能性があります。また、一部報道においては、北朝鮮から運ばれてきた砲弾類なども、この施設に一旦収められていたという話もあります。また、地理的にもイランに近いことから、そのために基地の拡張工事が行われていたというところも指摘されています。攻撃に用いられた兵器はどちらもウクライナ国産の大型ドローンだと言われています。ウクライナ国産の大型ドローンは飛行機型で速度はそれほど速いものではありません。しかし、ロシア側は攻め一辺倒といった感じで防御側の装備や人員に関してはかなり不十分なもので、そのためにウクライナ軍の攻撃が成功し続けています。もちろん全くの無策というわけではなく、途中何機も撃墜されることがあるのですが、しかし武器庫のような一撃でも加えられれば大きな損害が出る場所を守りきれていないというのが現実です。
ロシアには大型の武器弾薬庫はまだまだあると言われています。大型のものだけでも7つがあると言われていますから、トロペツな破壊でまず1箇所、その他6つについてはまだ無傷だと言われています。そのため今回のような中規模の弾薬庫についても他にも多数あります。ウクライナとしてはこれらを一つ一つ潰していくことが大事でしょう。また、これだけではなく、ロシアを苦しめるためには継続的な攻撃が欠かせません。まず第一に、こうした武器弾薬庫に対する攻撃だけではなく、軍事施設に対する攻撃や生産施設に対する攻撃、またそれらの流通網に対する攻撃、様々なポイントに攻撃を継続的に行い続ける必要があります。ロシアがウクライナに対する侵略をこれ以上ももっともっと続けようというのであれば、ウクライナもこれに対抗するために、ロシア領内に対する攻撃を引き続き行い続ける必要があるでしょう。他国への侵略はそれに伴って反撃され、その反撃に伴って大きな損失を被るということを侵略者に対して提示しなければなりません。そうでなければ侵略者の意図をくじくことができないのです。そしてウクライナは少なくとも2022年の段階においては手持ちの兵器ではこのような攻撃を行うことはできませんでした。必要な兵器を自ら開発・生産する能力を徐々に獲得しているという点については、今後もウクライナ支援を行うことによって反撃能力は高まっていくことでしょう。次に、ウクライナを支える支援について取り上げていきます。まずは戦時体制を支えるお金の話。EU、ウクライナに約5兆6000億円融資へ、ロシア凍結資産を活用。EU のフォンデアライエン委員長は、ウクライナを訪れ、制裁で凍結したロシアの資産の利子から得られる収益を活用して、ウクライナに対し、最大で日本円にしておよそ5兆6000億円の融資を行う考えを表明しました。融資は今年6月の G7 サミットでの合意に基づき、制裁で凍結したロシアの資産の利子から得られる収益を活用し、ウクライナにとって財政的な負担にはつながらないとしています。フォンデアライエン委員長は、これは大きな前進だ。ロシアは自ら行った破壊の復興に費用を支払うことになると述べ、意義を強調しました。ゼレンスキー大統領は、電力不足が深刻化しているエネルギー分野や防衛などに資金を充てるとしています。また、来週アメリカのバイデン大統領に示すとしている戦争を終結させるための計画について、アメリカの前向きな姿勢と支援にかかっている部分もある。バイデン大統領が計画を支持することを願っていると述べ、アメリカ側の理解が得られることに期待を示しました。フォンデアライエン委員長とゼレンスキー大統領との会談。この会談でゼレンスキー大統領は共同記者会見を行い、ウクライナはこの資金をまずはロシアに破壊されてしまったエネルギーインフラ施設の復旧のために使うことを話していました。ウクライナはロシアと戦っているわけですが、同時に戦っていないところでの民間の経済も維持していかなければなりません。電力問題を解決することは経済とともにまた冬への備えとしても重要なことです。そして資金を得ることによりウクライナ独自の兵器開発や生産などにも後押しとなります。ウクライナ国産の自走砲についても生産のめどが立っているとされています。さらに従来のソ連系規格の砲弾製作や、それだけではなく欧米の NATO 規格の砲弾についての国産化も進んでいます。その他榴弾砲やドローン製作など非常に幅広い分野でウクライナは自国産の推進を決めています。ただし少しずつ弾薬類についての不足感はなくなりつつあるのですが、それに伴って大型の設備が必要な榴弾砲の方針の買いについてなかなか間に合っていないのではという指摘などもあり、戦争の長期化に伴う新たな問題に対応が迫られています。続いてドイツからウクライナへの支援について、ドイツ政府は19日、ウクライナに新たな軍事支援を引き渡したことを発表した。ドイツ政府のウクライナ軍事支援供与リストが19日付で更新された。ドイツ政府はウクライナ支援の量が少ないもしくは遅いといった批判を常々受けていることから、どのような支援を行っているか具体的にリストを公開するようになっています。今回のウクライナへの軍事支援は、戦車ではレオパルト1を22両と部品、装甲車両22両、防空戦車ゲパルト3両、その他細々と砲弾や偵察機、波境戦車など様々な物品を幅広く
ウクライナへ支援しています。実際ドイツによるウクライナ支援は金額面で考えればアメリカに次ぐ規模であり、少なくとも支援を行っていない国が批判するようなものではありません。もちろん、未だに巡航ミサイルタウルスを供与してくれないなど、もっとできることはあるのにとは思うものの、少なくとも継続的な支援は間違いなくウクライナの力となっています。さて、今回、ドイツからウクライナへと送られたレオパルト1戦車なのですが、今後もまだまだ継続的にウクライナへと供与されます。レオパルト1戦車はもう随分と昔に退役したのですが、かなりの数が中古市場に流れており、これを今回の戦争に伴って買い取って再製品としてウクライナへ供与されているのです。ただ、そのままの姿ではやはり旧式戦車であることは否めないことから、防御力の強化などが図られています。表面にはかなりの数の爆発反応装甲が付け加えられており、防御力アップは原型をとどめないほどの改造が施されているようです。これはこれで現代に適応した姿だと思います。また、逆にロシア軍の方では、亀戦車と呼ばれるような対ドローン対策でものすごい姿になっていますから、とにかく何が一番防御力が上がるのか試し続けるといったこともウクライナはやっていいと思います。ちなみに、レオパルト1のウクライナ軍における評価について、ウクライナでは戦車の新造する余裕がなかなかありません。これは戦車の一大生産拠点だった第2の都市ハルキウが2022年の段階でロシア軍の反包囲下に置かれ、猛烈な攻撃を受けました。この時に生産施設もかなりの打撃を受けていますから、そこからの復興途中です。そのため、古い戦車 T64 の再製品などを取り扱うことになっており、それに比べれば、レオパルト1の金高回収を行ったものの方が、よほど性能が良いと評価されています。現在、ドイツの軍事メーカーであるラインメタル社が、ウクライナ政府と共同で戦車の生産に乗り出すかもしれないという話があるので、そちらの方に期待しましょう。民主主義には一つの良い点と悪い面が同時に存在します。それは話し合いを通じて物事を決定するということです。これには当然良い面としては、少数意見の人たちにもことも考えて、多くの人たちの意見を戦わせることによって少なくとも全く誰かの意見を聞くこともなく無視して独断で物事を進めるわけではないという良い面があります。しかしそれは同時に時間がかかるということでもあります。ロシアに対する制裁をかけようという話になったのは2022年の本格的な侵攻以後の出来事です。そして凍結した資産をどう扱うかについては、凍結したままでも良いという意見もあれば、いやいや没収してはどうかという意見もありました。そして長い話し合いの末に出た結論というのが、凍結資産が生み出す利子や配当収入などに税金をかける形でこれを接収し、ウクライナ支援に充てようという考えです。そしてこの際もただ単に没収するだけではなく、その生まれ出てくるお金を接収するということを一つの返済能力とみなして融資に充てるという考え方が今回の記事です。毎年5000億円、6000億円利子が生まれるんだな。じゃあ10年で考えれば6兆円の返済能力があるなといった具合にして、いずれは返ってくるよということを計算づくの上で融資を行うわけです。ですから当面のお金を用意することは必要ですが、最終的には決して投じたお金が消えてなくなるわけではないといった点で、ウクライナ支援の理想的な形とされます。この取り決めは G7 の話し合いによって決定したもので、今後も大いに有効活用すべきでしょう。それこそ返済能力10年と言わず、20年、30年、40年、50年と考えて、もう制裁し続けるんだぐらいの気持ちで考えれば、ウクライナ支援のお金は各国の税金ではなく、ロシアの凍結資産で先々まで賄えるというふうな考え方をすれば、各国で国民に対する説明も非常にやりやすくなると思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にもこのチャンネルをお勧めしてくれると嬉しいです。それでは動画を見終わった方は見終わったよというのを表すためにもぜひとも評価ボタンのクリックよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。